皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は100本目のエピソードになります。イエーイこのポッドキャストを始めてからなんとついに100本目まで来たということで、うわ、もう100本もエピソードを作ったんだっていう驚きもあるし、そうやって100本作っていく中でこのポッドキャストを見つけて聞いてくださる皆さんがいるという事実にもう本当に感謝しかないです。皆さん本当に聞いてくださりありがとうございます。これからもねどんどんエピソードは更新していこうと思うので、皆さん聞いてもらえたら嬉しいです。でですね、今回は100回目ということでちょっと特別な気持ちになるなと思ったので、語学学習について考えてみようと思いました。タイトルにもある通り、 AI 時代に語学を学ぶ必要あるのかについて考えていこうと思います。まずこのポッドキャストを聞いてくださっているということでね、 AI 時代とか関係なく日本語を学びたいから学んでるよ、趣味だよっていう方がほとんどかなって思うんですけど、それでも今後 AI が発達していく中で、翻訳も自動翻訳もできたり、とても正確で間違いやミスがない翻訳ができて、果たしてこれはずっと続けていくべきなのか、そうではないのかと考えたことがある方もいるかと思います。なので私も今回はね、 AI 時代に言語を学ぶ必要があるのかどうかについてお話ししていきます。まずですね、私の意見としては、語学は学んだ方がいいと思います。翻訳できるから、自動翻訳できるからって言って学ばないのは違うなって私は思います。でも学んだ方がいい人と学ばなくてもいいんじゃないって思う人、2種類に分かれるなと思っているので、それをね、2つに分けて話していこうと思います。まずはですね、学ばなくてもいいんじゃないっていう人、私の意見でしかないですけど、学ばなくていいんじゃないって思う人はどんな人かですね。その人は仕事で使うから日本語を勉強しようとか、仕事で使うから英語を勉強しようって思っている方。あとは仕事で日本に行かないといけない、日本に住まないといけない。だから日本語ちょっと学んでみるかとか、仕事でね、違う国に行くから、学んでみるかっていう人。この2つの人は言語は別に学ばなくていいんじゃないって私は思います。で、まず仕事で使うって人ですよね。仕事で自分の母国語以外を使う人。この方はもちろん自分でね、その言語を話せるに越したことはないと思います。もう今すごく流暢に英語と日本語とスペイン語を話せるとかだとね、もちろんいいんですけど、話せなくてもいいと思います。その理由は、自動翻訳の精度がどん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 上がってきてるし、これからね、もう数年後、5年後、10年も経てば、もう本当に間違いが一切ないような、正確で完璧な翻訳が瞬時に行われるかなと思います。なのでそういう仕事の場では、お互い同じ言語で話した方がいいとは思うんですけど、話せなくても支障はないレベルになるんじゃないかなって思います。なので仕事で使うから学んだ方がいいなって思ってる方は、別にどっちでもいいんじゃないって思います。語学学習が好きでね、仕事でも使うから学ぶっていうのは問題ないけど、別に興味ないけどやらされてる感があって、やらないといけないからやってるっていう方は、もうそんなにね、いらないんじゃないかなと思います。で、あとは仕事で海外に住む方ですね。仕事で日本に来るとか、そういう方も別に言語を学ぶ必要はないんじゃないかなって私は思います。で、もちろん海外に住むとなったら、言語って必須ですよね。
必須って思う方がほとんどだと思うんですけど、私はね、その言語がなくても生きていけた人なので、その国に永住するつもりはないとか、1年だけに3年ぐらいだけ住む予定っていう方は別になくても、今後すごい精度の高い自動翻訳があるので、もうそれを常に持ち歩いてれば問題はないんじゃないかなって思います。もちろんその地元のコミュニティに溶け込んで、日本に住む場合だと日本人の友達がたくさんできてっていうのは難しいかもしれないですけど、それが一番の目的ではない場合、別にね、自分の国出身の人たちが住んでいて、その人たちと海外でも友達になってコミュニティがあるよっていう場合はね、そんなに必要ないんじゃないかなって思います。で、この2つの方以外は私は学んだ方がいいと思います。この2つってなんか必要に駆られてるから、やらないといけないっていう方ですよね。仕事で使うとか、海外のクライアントとミーティングがあるとか、そういう場合は翻訳があるので別にいらないんじゃないかなって思います。でもそれ以外っていうと、例えば旅行に行きたくて、国の言語をちょっと学んでみたいとか、あとは趣味でやってるよとか、皆さんだったら日本語を勉強しているかなと思うので、日本人と友達になりたいとか、そういう方はもう絶対やった方がいいんじゃないかなって思います。絶対 AI 翻訳機あるじゃんとかは関係なく勉強した方がいいと思います。その理由なんですが、結局私たちは人なのでロボットではないので、人とのつながりが欲しいと思います。一人で生きていくのが好き、一人大好きっていう方もいると思いますが、一生一人では生きていけないと思っています。で、言語を学ぶ理由として、そう、海外の人ともつながりたいとか、日本人の友達が欲しいとか、日本に旅行に行った時に現地の人と直接会話したいとか、結局はその人とのつながりを求めて言語を学ぶっていう方も多いんじゃないかなって思います。で、その時にやっぱりどれだけ正確な翻訳であっても、機械を通してるってことで、本当に深くつながれるか、友達になれるかって聞かれたら、違うかなって私は思います。その、目の前に2人ね、日本語が話せる海外の方が1人と、すごく正確な同時翻訳を使って私と会話するっていう方がいたら、絶対に直接日本語を話している方と友達になりますよね。その話してる内容は一緒でも、会話はね、どちらともスムーズに成り立っていたとしても、やはり翻訳機を使って会話していると、なんか別に友達ができたっていう感覚もないし、この人ともっと深くつながっていきたい、いろんな会話をしたいとはならないかなと思います。あとですね、AI 時代でも日本語は特に学んだ方がいいと思う理由は、日本語がハイコンテクストの言語だからです。どういう意味かっていうと、この話していることと実際伝えたい意図が違ったり、それ以上何か汲み取ってほしい意図があったりする言語です。日本語には空気を読むっていう単語がね、皆さんも聞いたことがあるかと思いますが、空気を読むっていう文化だったり、実際に言っている言葉以上に何か伝えたい意思とか思いがあったりするので、それはね、AI ではやっぱり伝えられないんじゃないかなと思います。で、その会話していたら、やっぱりその言語、何を言っているかだけではなくて、声のトーンとか、あとは顔の表情ですね。悲しい顔をして話しているのか、嬉しそうな顔をして話しているのかとか、ボディーランゲージ、身振り手振り使ってどんなことを話しているのかなど、すべて込みでのその会話、対話じゃないですか。なので、やっぱり AI がそこに到達するのにはもうまだまだ時間がかかるなと思うし、やっぱり翻訳を通しての会話では、人とは仲良くなれないかなって思っちゃいます。その旅行ぐらいなら全然大丈夫だと思います。旅行で現地の人と
自動翻訳を使って話して、なんかいろいろ日本のこと知れたなとか、ちょっと仲良くなれたって思うことはたくさんあると思うし、それは問題ないかなって思うんですけど、やっぱり実際に友達になるとなると、翻訳機を使っていたら友達にはなれないかなって私は思うので、どれだけ自動翻訳の精度が上がったとしても、言語はね、学ぶ方がいいんじゃないかなって思います。で、今でこそ、その翻訳機とかがすごく正確だし、AI を使ってね、ものすごく効率よく学ぶことができるので、昔の辞書しかなかった時代と比べると、すごく効率よく言語を学べるようになってきてるんじゃないかなと思います。なので AI を使って自動翻訳とか正確な翻訳を使って効率よく言語を学んでいくといいのではないかなと思います。で、あとですね、趣味で言語を学んでる場合ですね。そういう方たちにとったら AI なんて関係ないかなって思います。例えば絵を描くのが趣味の人、自分で直接ペイントするのが好きな人にとったら AI が1分で画像生成できるよとか関係ないじゃないですか。その AI がどんな画像でも瞬時で作成してくれるからって、自分の趣味である絵を描くことは別にやめないですよね。なぜかって好きでやってるから、誰かに売りたくてやってるとか、ビジネスとしてやってるって場合だと、いろんな AI 使ったり効率化したりとかいろいろあるかもしれないですけど、でも趣味でやってる絵を描くことは、別に誰が何て言おうと趣味だからやるじゃないですか。で、言語学習もそれと一緒だと思っていて、趣味でやってる場合は好きだから自分で直接自分の言葉として発したいから、別に AI の翻訳がどれだけ正確であろうと関係なく自分で直接フレーズを覚えてってやる方がほとんどかなと思います。で、私も一緒で、別に AI があったとて外国人の友達と話すときはね、英語を使ったり、その友達の母国語を話せたらいいなと思うので勉強するのであって、なのでそのプライベートの場面と仕事とかでは分けた方がいいなと思います。仕事の場、間違いはあってはいけないので、英語が片言しか話せない、日本語が片言、まだ少ししか話せないってなったら、やっぱり翻訳に頼るのもいいと思います。ですがやっぱりプライベートで友達と話すときは別ですよね。なのでそういう場面を分けて考える。自分がなぜ言語を学びたいと思ったのか、なぜ言語を勉強しているかっていうのをもう一度明確にすべきだなと思いました。で、結論ですね。私は言語を学んだ方がいいと思います。でも全員が全員そうではないと思います。仕事だけで使うなら、そういう翻訳機をね、自動翻訳を使えるようにすることで、言語の壁とか、なんか不安とかストレスっていうのもどんどんなくなるかなと思います。ですが趣味で学んでる方、人とつながりたいっていう理由で学んでる方は、言語はね、ずっと学んだ方がいいんじゃないかなって思います。今回は AI 時代に語学学習はすべきかというテーマでお話ししてみました。皆さんはどっち派ですかね？ AI というか自動翻訳とかが進んでいくと、もう別にその機械持ってるだけでいいじゃんとか、イヤホンをね、つけてるだけで会話できるんだからそれでいいじゃんって思う方もいるかと思いますし、いやでもやっぱり人と人とのつながりが大事だから、直接話せるようにこれからも日本語を勉強していくよっていう方も、いろんな方がいるかと思いますが、皆さんの意見がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。で、あとですね、余談なんですけど、日本のテレビ番組で、You は何しに日本へという番組があります。で、それは、空港に行って、日本に来る外国人の方に直接インタビューして、何をしに日本に来ましたかというインタビューをして、で、実際、その人たちを密着取材って言って、取材するっていうテレビ番組があります。
で、その番組を見ていると本当にいろんな人がいるんだなって毎回驚きます。日本を自転車で一周する人とか、日本の温泉が大好きで温泉巡りをする人とか、なんか一つの食べ物が大好きすぎてそればっかり食べに行く旅とか、なんかもう本当にいろんな出会いがあるし、いろんなドラマがある番組でめっちゃ面白いなって思うんですけど、でそのテレビに出て日本を旅している方たちの中でもやっぱり日本語がめちゃめちゃ流暢に話せる方もいて、その方たちの方がやっぱりこの地元の人とより深くつながってより深い会話ができてるなって、そのテレビを通してですけどちょっと思いました。翻訳を使って日本を旅しながらいろんな現地の人と話すんですけど、でも日本語が片言だったりあまりわからないから翻訳機を使って話している人もたくさんいて、その人たちもね別に翻訳機があるし今では正確な翻訳ができるので特に会話に問題はなかったりするんですけど、で仲良くなってるなみたいな雰囲気もあるんですけど、やっぱり自分で直接日本語を使って日本人と話している方の方がなんかもっといい旅ができてる雰囲気があるなと私はその番組を見てね思いました。なので私は2026年も一本前の動画でお話ししたように言語を学んでいくし、皆さんもこれから、今年はこんな言語学ぶよとか何かありましたらね、ぜひコメント欄で教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またこのポッドキャストをこれからも聞き続けたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。そしてすでに参加してくださった方々本当にありがとうございます。皆様のサポートが大きな力になっているので本当に感謝しかないです。ありがとうございます。これからもエピソードを更新していくのでサポートをしていただけると嬉しいです。では今回はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。